さあ、ハローワールド、漫画先輩だよ。今日は漫画先輩は若干元気だね。なぜなら、朝一だから。そしてさらにですね、僕は昨日、チャイニーズハリーに行ったからですね。ハリーわかります？これあれだよね。海外の人は恐怖なんじゃないのか？いや、ハリーですよ。ハリーって何ですか？体に刺す。クサ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 。漫画先輩は鉄みたいになってて、スチール。漫画先輩イズスチールボディなわけですよ。それがもうさすがにスチールすぎるだろうということでね、チャイニーズ医学そばにありまして、いやーまあきつくて、この話おまけでいいよ。もう終わった後すごいダメージを負って帰ってきたものの、一夜明けて今とっても元気パワーなので、今日は元気にねファイト漫画先輩ですよ。さあじゃあね、今日は何の話をするかっていうと、 Today's Topics はですね、これまでいろいろクエスチョン答えてきたんだけど、それはありがとう、サンキュー、またいつでも待ってるよということで、その前にやってた漫画の作り方がだいぶ間が空いたので、その続きをやるぞ今日は。で、何の話をするかというと、前回かいつか忘れたけど間の話をしたと思う。さあじゃあこれからですね、セリフとか間を考えて書いていく。次はじゃあまた大ゴマを忘れないって言ったよね。大ゴマの話って覚えてる？コマ割りね、いろいろなパターンあったよね。その中でディッグコマを作るんだっていう話をしたと。じゃあディッグコマにじゃあここからどんな絵を入れていくかっていうのを考えると、そこにつなぐ、つなぎのコマとかもね、つなぎでつなぎ、つなぎ、つなぎ、つなぐっていうのはジャパニーズで言うと違う、これシゲルだ。ジャパニーズにとっても漢字はチャイニーズは難しいんだ。チャイニーズの新規だよね、本当に。難しいかよ。つなぐですよね。これはつながっていくっていうイメージですよ。連結。全部日本語じゃねえか。で、つなげていくのも大コマが決まればね、見えてくる。じゃあちょっと大コマにどんな絵を入れていくのかっていうね、ここの話をしていると思ってほしいんだけど、これから今日はね、止め絵の話をしようと思う。止め絵。これ何かっていうと、まずジャパンの漫画はここの大コマに大きく分けて2パターンあると思っていて、どんな絵が入るかっていうと、例えば人を誰か殴るみたいな時があった時にですね、ワンパンチどういう風にできるかっていうと、まずそのバーンってこう殴った、さらに殴られた人がボベーって飛んでってものすごい動いて、さらにはもうその後にドーンとバウンドしてバーン飛んでったみたいな動きをそのまま描くみたいなことっていうのがまずできる。漫画の場合1枚の絵として10秒ぐらいを1コマで描き切ることもできちゃう。他にも例えばじゃあサッカーボール全然違うね。サッカーボールバーン蹴るっていう時とかも、ボールがヒュワーンって遠くの方に飛んでいく。ロングキラーンヒュワーンっていうロングタイムをね、ここに書くこともできうるわけ。しかしですね、もう一個書き方としてよく見るのが、もっとその瞬間、インパクトの瞬間を書いてあげるっていうのもあるよね。このバーンって殴ったところも、このゴキッとめり込んだ瞬間、ブベラ、ジャパニーズブベラですね。瞬間、止まった瞬間の絵を描くっていうのもできる。それはもう 0.1 セカンド。こうやってその瞬間の方が迫力がある場合もある。描き方の2パターンがあるんだよっていうのを知っておくのはすごいいいことだと思っていて、ノーリッチグッドで、例えばじゃあバイオレンスアクション、室井大輔先生のバイオレンスアクションだと、これ止め絵だよね。もうまさにぶん殴られた瞬間。こういうのも動きの中のヒュワーンって動いていく中の一瞬、その瞬間を捉えてるんですよね。室井大輔先生のこの作品はほとんどそうなのかもしれない。これは結構ね、作風によるんですね。動きの結構長い時間で見せるっていう作風の人もいるし、ジャパニーズ漫画超名作スラムダンク、こういうシーンね、これとかだとね、動きがあるよね。で、これとかだと数秒単位なんだけど、こういうのも、ちょっと動き、ムービングですよね。しかし、そんな中で止め絵ですよ。ジャパニーズ止め絵ですよ。止め絵。その瞬間を描くっていうのがあって、多分、日本の漫画だと、この止め絵をかっこよくっていうのが漫画の一つのポイントなんじゃないかなって思っている。これはね、アキラとかをよく読むとよくわかると思う。ジャパニーズ名作アキラ。
でアキラって映画化とかもされて有名な作品だけど、アキラの漫画版は結構透明ばっかなんじゃないかなと思って、ビル崩れるみたいな瞬間も、ビルの崩れるその瞬間が止まって書いてあったりする。それが一番際立つシーンを描くっていうのがジャパニーズ漫画の一個の特徴であると思う。これはアニメーションとの大きな違いで、アニメーションは結構最初と最後のカットが大事で、ここの間っていうのは割と見習いの人が書いたりする。中割りとか言うんですよ、これ。上手い人とか指示する人、リーダーを書く。しかしジャパニーズ漫画はここの部分の一個際立った最も効果的なモストエフェクティブ、やった。そう、モストエフェクティブな1枚を書くっていうこと。これが結構ポイントになっている。で、どっちのパターンもあるんだよね。全部モストエフェクティブな1枚止めになっちゃうと、ちょっと書くっていうような表現になってしまうので、中にはこういう時間を感じるコマも作るし、止めるのも作る。どっちでやるのっていうのを自分の中でちゃんと決める。それを混ぜると、どうにも弱い、なんか微妙に気持ちよくない、伝わらないコマになっちゃうので、それしっかり決めて、動きを、どこの動きを書くのか決めてやってほしいんだ。いいか、ついてこれたか、今回の回。じゃあそんな感じでおしまいというわけでまとめ。止めは 0.1 セカンド。モストエフェクティブなその瞬間。例えば人殴るだったらインパクトの瞬間ね、ブベ、これだその瞬間を書くんだ。 OK。 動きのあるのはボンこの動きをその一コマに書く。それはそれで良い。効果線とかいっぱい入れてで、そうやって書くのもある。止めはもう最小の効果線とかでグッと止めて書くっていう感じ。フィーリング。よし、じゃあそんな感じです。また次回。というわけで、画面右下にライトボトムに、ね、いいねボタンをプッシュ、ね、止めてしっかりね。あと下側にレッドボタンをプリーズプッシュ。あとはファンボックスとかペイトリオンとかあるかもしれない。ある場合は見てね。じゃあまたね